衣装における悩みは現場でフィットしない時があって、女性配慮は最初からしてた方がいいってことだ。古着屋によっては1万とかで買えるようなクオリティのやつが1000円ちょっとで買える。古着買うんやったらロットで。成分はゴミ、メルカリでやるチップスは新品のチェックが入ってると怪しい業者がいっぱい出てくるんだよ。何か足りないってなった時に買いに行ける場所を初めに押さえておく。衣装というものだけでも前途多難。全米をじゃんけんさせた。 Stick a GPS in me. 動画やと思ったでしょう。動画なんです。はい、そうです。いいです。ダメです。じゃあ今回は世界観編、藤井の方向、藤井編と言っても過言ではないよ。そうやね、これはついに藤井の時代が来ました。ついに今まで、なぜこの眼鏡をかけていたか、このスーツで一人スーツでいたのか含めてね、おしゃれスーツでいたのかも含めて、ここに詰まってるようなベールがここで脱がれた時が来たね。これまであんまりね、この映画における個人の役割みたいなの話してなかったんやけど、確かに藤井はそういう意味で言うとこの世界観を構成する部分、美術とか、かっこいいな言い方が。ありがとう、かっこよく言ってあげてんねんやんか。これまでほとんど喋らんかった藤井の今回はもう今回の第2、これも 2回ぐらいに分かれるかもしれへん。ちょっと話す内容によるけど、言ったらかなりこう藤井だからこそできた部分、衣装であったり美術であったり、このちょっとこれ出すか。そうね、それを出した方がいいよ。おしゃれやからね。なんか美術設計とかデザイン設計みたいなその部分で書かれているけど、実際に言うとなんかそれだけじゃないもんね。言ったら映画の全体、結局どうこうコミュニケーションでその役者と取っていくかみたいなところかね。もそうやし、なんか本当にだからそれを作る上でどういう色で作ればいいんだっけとか、どういう場所でやればいいんだっけみたいなところも含めて全体のいわゆる世界観を作ってくれた藤井のこの映画において苦しかったこと、楽しかったことみたいなところをだらだら話す回になるんじゃないですか。はい。よかったよ。時計回そうか。そうね。ほな。はい。なんか映像、そもそも全体もやし、で特に映像にこう責任を持つっていうのが監督の仕事かなっていうところで、僕がやらせてもらったのは映像じゃない現実があって、それをこう撮るわけやけど、その現実の部分が一応こう責任を僕が持ってやらせてもらったんかなっていうふうに思っているので、そこで必要だったのは衣装とか小物っていうところで、そういうのをこう頑張って集めましたっていうところです。で進めた仕事の順序としては、まずなんで初めて喋る人みたいな。お前らなんか今日からゲストで来たみたいな、ずっといたのになんかすごい第5回初めましてみたいな。第5回6回やったっけこれ。6回じゃん。6回よ。6回か。もういいけど180分。なんでお前ちょっと緊張してるね。緊張してるよ。なんで嘘やろ。もう責任振られたら俺も緊張すると思う。全然ないわ。俺が進行していかなっていう。進行せなしてるから。今までも進行してるし、お前進行してくれてたよ今まで。そのままの藤井でいい。そのままの藤井でこういうのだよお前急に。いつもと違うメガネかけてる。かけてるから。そのままの藤井じゃない感じ出してさ。そうびっくりした。そんなかしこまらんでいいやろ。かしこまる関係ではないや。でもそうね。わかるよ。で今この段階であるのが脚本ですと。で新ブレイクもありますっていう感じやから、その脚本からこれものいるよねとか、そもそもキャラクターは洗い出されてるけど、このキャラクターはこういう服着るよねっていうのが、まず洗い出して、かつそれのリファレンスとなるような、こういう服やと思うみたいなのを、どんどんそのキャラクターの服っていうのをこう割り当てていくみたいなのをまずこうやってたっていう。でそれを最終判断するのが浅尾やから、浅尾に「こいつこの服やと思うねんけど」っていうのを言って、で浅尾が違うって言ったりもうちょっとこうやっていうのがあって、そこでイメージを合わせていくみたいなところやし、
でその小物についてもこのシーンの、このキャラクターが持ってるこの懐中時計ってこんな懐中時計やんなとかを、まあすり合わせして、決めていくみたいなのをまずやってたっていう感じでしたと。でじゃあ次の、ステップとして実際それを手に入れないといけないっていう風になるわけやけど、そこでなんかそのイメージはあるから実際その衣装さんとか小物さんを雇おうっていうのが初めにあったわけ、でそれを雇おうとして、まあ、インスタとか、そういったところで、そういう仕事してますみたいなのとか、であとほんまになんか、まあ、プロの人もネットで検索したら出てくるから、そういうところに対して問い合わせをしてみたわけね。で映画こういうので撮ろうと思ってて、でその時は多分ねできるだけ安くみたいな話だったから、そんな予算とかほとんどなくできないかみたいなんで、でそれになんかタイアップみたいな形でできないかみたいなのを結構問い合わせやってた。あ、その物自体はね。そうっていうのをやってて、で一番その関係でうまくいきそうやったのは古着屋さんが結構、要は映画とかって多分衣装協力みたいなのがあったりすると思うんだけど、衣装協力ってなってるのは多分大体無料で、そのまあそういうことだよね。メーカーさんとか古着屋さんとかが無料で提供してますみたいな感じやねんけど、そういった形でできないかみたいなのが古着屋さんがワンチャンいけそうみたいな話とかが、いくつかあったけど、まあやっぱり映画の内容を聞いたりすると、ちょっとダメかなみたいな。まあじゃんけんで人爆発させてる、まあ、じゃんけんで人爆発して血がもうべっちょべちょになる可能性もあるし、まああとはまあその衣装協力する側のメリットってこの俳優さんが着てるから買おうとかってことやもんね、本当は。プロモーションの価値がもうね、まあ言ったらこの映画が爆発的に跳ねてっていうことがあればあるかもしれへんけど、基本的にはそのお客さんがそのファンについてファンがそれを買ってくれるっていうところが今予想しづらいから、まあ難しいってこと可能性がまあ低そうとはその段階では思われてたし、でまあなかなかそれゆえにそういった話うまくいかずっていうところが多分ファーストステップであった、できるだけまあ予算を下げるっていう中で無料はまあ無理そうやなっていうのがまずこう一巡目としてあったっていう感じ、でネクストステップとしてじゃあ無理やったらいかに安くっていう今度フェーズに入って、なんかまあどこに服があるんやろうっていうところやねんけど、まあそれまだ古着屋さんに行ってんけど、古着屋さんで古着ってどこで仕入れてるんですかみたいなのを聞くっていうのをこうやってみた。でそしたらなんか海外からロットで買ってるぜみたいな、キロでね。そうだからもうこの1枚この1枚じゃなくてもうバコッと買ってるってことだよね。そうそうそう、なんかタイの人の服をこうギュッてひとまとめにして圧縮して持ってきてますみたいな、なんかもうすごい圧縮されてる。すごかったよなマジであれは。とかがそういうのが分かってきたから、だから卸に直接、要は僕らが古着屋の小売りとして卸に行けばいいんやっていうふうになったわけや、それで。なんか協賛ができひんできなかったそうらそうそうそう。でもう一個は古着屋にした理由はさ、言ったら日本で全部衣装集めてたらどうしても日本っぽくなっちゃうからって話はなかった？いやそうそうそれもありがとうあって、そのさっき言ったのはタイの例、その一発目当たったのはそのタイから仕入れてますっていうところやってんけど、それの要はアメリカ版もあるわけよね、ヨーロッパ版もアメリカ版もあって、だからそのアメリカ古着を大量に圧縮して持ってきてますっていう卸に行けば、それはアメリカのガチの服やから日本っぽくない服だよねっていうところで、そこに行ったっていうのがまず一発目の調達で、それでエキストラの服多分30着上下で60着ぐらい、を調達したよっていうのがまあ衣装の大半になったかな後。あれはやばかったね。あれはやばかったよマジで重すぎて持てへんかったもん。服がねあんだけあると多分あれ何リットルのゴミ袋あれ。いやあれすごかったね。200リットル分ぐらいのゴミ袋を2つみたいなんで。でそれが僕のちっちゃい1K の家 1K の家に大量に全部大量でとりあえず洗濯してくれとか言ってるのめちゃくちゃなる。でそれもその古着屋卸やからもうヘドロだらけのヘドロだらけ。ヘドロっていうかね、なんか俺血液みたいなのついてるやつもあったと思うんですよ。これどこからどう仕入れたらこの
やっぱあれになんのっていう。あれじゃんなんかこうめった刺しに刺されたやつの服そのまま取ってる履いてるみいやたいな。俺だから殺人現場とかから抜いてきてるやつあったと思うねあれ。いやすごかったよな。実際どうだだから安いんやと思う。だからそういうよう分からへんやつ、そのゴミみたいなやつを多分ギュッて集めて多分持ってきてるっていう感じやね。そうやんな。だからあれどっから取ってんなんかやっぱ死体から取ってんの。いやまあとかも多分あると思う。だからなんかこういや死体っていうか例えばなんかこう破産して家ももうずっとなあれもうなっててだからその家にあるものを全部売らなあかんガバッと買いますせみたいなのがある気はする。それは。でなんかまあ向こうでいうブックオフみたいなところにうわーって売られたやつをもうキロそれもその業者がキロで買ってるとかそんな感じじゃない。まあでもすごかったよだから。でも掘り出し物も時々あんねんな。かっこいいのもあって、かっこいいのもあんねん僕も今着てるのがいくつかあるよな。オーバーオールお前もらってたもんな。そうでもそれで買うと1着ね1200円とかで買えるからそう何買ってもな。そうそうそう。だからもうそういうところで買うとブランドじゃないよね。もう1着1000円とか1200円で50着買ったらそれが1000円になりますとかそんな感じだったよな。なんか多分ねそれも多分見てないよなブランドとかも。だからブランドもある。リーバイスのいいジーンズとかも全然あるっていう。ポロとかさなんか割とディーゼルとかねいろいろあったよね。向こうのでもなんか近くのコインランドリー全部これコインランドリーで回したら復活するっていうこいつが言って全部回したよなあれ。そうあれ回した後で回した気がするぞ。レズ港で回したっけあれ。レスで回してる。その後でもう一回回したんや。ここでも回したよな。そこの。そう回す会があってで回す会で革ジャンが死んだよな。革ジャン死んだ。違う革ジャンがだって僕が回していい感じやってんけど、そのコインランドリーで回すと乾燥機がついてるから、そう乾燥で乾燥で死んだな。そう鬼ちっちゃい革ジャンになっちゃう。そうだから革ジャン結構死んで、確かに革ジャン死んでたか。結構革ジャン買ったけどな。革ジャンいっぱいあった。そう革ジャンアメリカっぽい革ジャン買うやつ。でもあれとかも多分古着屋で買ったら人によってはとかその古着屋によっては多分1万とかで買えるようなクオリティのやつがほんま1000円ちょっとで買えるからあれは画期的やな。なるほど。今後古着買うんやったらもうロット買い。ロット買いで。多分古着ロットとかでしょ。古着を買うティップスを今お前言った。まあそういうこと。そう衣装調達ね。衣装とじゃ古着を買うティップス。こいつ今言うけど衣装じゃなくて古着を買うティップスを言ってる。古着がそっちか。ロットであれでも何個から必要なんてなんか結構多く買わない人結構30着以上とか30着以上からやった確か。それでも3万円やからな。それでも多分1着でも2000円とかやと思う。そう。それでこういっぱい買うとどんどんで確か何着以上で新しいの開けますね。そうだから掘り出し率が高くなる。確かになんかあったなそんな。だからそのほんまにぎゅうぎゅうのなんかビニール袋に巻かれたみたいなやつがもう中身も見えへんねん。これ開けたいっつったらそうで俺らはだからそもそも2個しか開けられへんみたいな。選んでくださいって言われると何も分からへんからじゃあ上から2つ目でとかほんまにだからオリパやんなあれ。オリパと一緒よ。なんか重機でこうバコって開けてそうでもベルベルベルって落ちたやつをこうやってで見て「オーケー」とかで服ってやっぱサイズもあるからさなんかもう XXXXL みたいなやついっぱいあるからこれ誰が着てんねんみたいなズボンの片方に入るやつあったよな俺らあったよ。めっちゃあるねそれ。そこも後々に難かったよな。多分衣装合わせのタイミングでだからあの時はなんか普通そうやなぐらいな感じで多分フィッティングなんてできないしキャストも決まってないからとりあえず選んでましてエキストラなんて決まってないわけやからな。着てもらうしかない。それで言うとまあ今のエキストラの服やけどさキャストの服ってなるともうより大変。全員のこの3サイズレベルじゃなくてこの足の長さとかさあれやつだよ。どうやけどあれは聞いてかつ最終的に要はメインキャストはメルカリで買ってたからそうだね。でメルカリで買うときに表記してるからそこと合うかなみたいなのが初めは結構難しくてだから人によっては結構キツキツやったりとかはあってんけど徐々にこれやったらこれ入るなみたいなプラ5までやったらチェストは大丈夫やなとかだんだんそういう感覚が分かってくるからよりそれでフィッティングはできるようになっていったっていうのはあるかもしれない。フィッティングうまなっていったんやどんどん。メルカリやるチップスはメルカリやる時の
プスは何かな、検索の多分絞り込みが大事で、まあもちろん予算上限ね、これやったらこれぐらいでいけるやろ、例えばコートやったら5,000円以下では買いたいよねとか、でその中で何やろうな、古着にすることかな。いや普通になんか新品チェックが入ってるとさ、いやでもそうやな、そういうのがあんねん。そう新品のチェックが入ってると怪しい業者がいっぱい出てくるのよ。要はいっぱい書いてあるやつね。そう海外で買ってきてメルカリで卸してるみたいな怪しい業者のやつがあるから、逆にこう傷んでるみたいなんで選ぶみたいなのは逆にまあだって古着使用感があった方がいいもんな。映画的にはそう。映画的には CM やったらあれなんやけど、使用感があるし、かつ、古着でその値段ってなるから物自体はいいのよ。だからやっぱり古着っていう風にあえて絞って選ぶっていうのはやってたかな。衣装におけるなんか悩みとかはもう結構話してる感じな。衣装における悩みはまあやっぱ一番難しかったのはそのなんやろな、現場でフィットしないみたいな時があって、あるよね。その場で初めて着るものがあるもんね。そうでそことかはどうやっていたかというと、一番大事なのあれな気がする。結果的にプリプリって絞るやつ。何それプリプリ。プラスチックのさ、こう一回ギューって縛ったらさ、結束バンド。結束バンドそう結束バンドがあったらいろいろ隠せたりするし、あと結束バンドでベルトとかなくても結束バンドでウエストはさ、ここで調整できる。穴開けんのあれ。いやベルトの穴とかでやってもいいし、穴開けてもいいし、絞るんよ。そう結束バンドなんやそれ。そうでやったりとか、裁縫セットを持ってたのよ。裁縫セットでどうにかやろうとしてたけど、その時間かかるよ。時間かかるし切れんのよ糸が。確かに。着れるよね。そう糸ってそんななんか気まずくなるやん。そう女性とかちょっと緩いんだけどって言われて、ってこう必死につないで、でできましたって言ってプチって切れたらさ、なんかうわすいませんっていう感じになるよ。なるよね。その辺結構俺らがさオール男性チームやったからこそあるその女性への配慮バリムズ説はあったよね。いろんな確かにいろんな分でそういうところは結構朝が本当にヒップ測るのできないっていうからヒップ測れへんやろ。まあヒップね、女性キャストのな。ヒップどう測るのかわからん。てかそっか、あん時もなんかさオーディションの時に測ってたんや。測ってたよ。オーディションの時に測ってっていうのを運用として回してて、そうしないとメインキャスト使えないからっていうので、やってる時に浅尾が女性キャストのヒップ測れなかったんや。そうこれはあった測りにくい。まあなんか誠実な男なわけですよ。結構測りにくいなやっぱ。まあ分かるよ。それにまあどう測ったらいいやろ。どう測ったらいいか分かる。鍋が言いたいことないよ。ちょっとないよ。ない。俺が言いたいことがないよ。だから藤井はその女性のヒップを測ることに関しては定評があったからまあいけたみたいな。定評が誰にやねん。まあ実際はかなり勇気のある行動をしてたよな。確かに。この眼鏡かけてな。この眼鏡かけてない。かけずロン毛の藤井が頑張って。毅然とした態度でいかへんとなやっぱ。やってないやつがな言ってるな。やれなかったやつが。でも浅尾がやれない時にでこいつがやっぱそれの踏み台をして俺が踏み台だった。だから一発目から僕が「はい」って言ったらちょっとさ、だから浅尾がクッションになってすみませんうちこういうチームなんです申し訳ないですっていう。それでやりやすくなった。確かにそれはこれティップスや。これティップスかもね。一発挟む。ヒップを測るときはギリ一回こうマジすみませんみたいな、俺できない、これは俺じゃできないみたいなことを言って俺らもその感じ分かってますよみたいな雰囲気で一回作ってから藤井がこうすみませんっていくと相手のその心象も下がる。誰でもコミュニケーションやからね、やっぱコミュニケーションもな。確かにな。それはしゃあない。男しかいないんやからそれはしゃあ女揃えようって話なんやけど。まあ確かにそうやね。そう
だから最後の現場の時とかメイクさんとかの手伝ってもらってたよな。あれはすごい。あれはほんまにだからよかったよな。やっぱだからtips はその女性配慮は最初からしてた方がいいってことだ。だから今の俺たちが無理や。俺らだって衣装着替え室とか行けへんから。いけへんからだから女性が行った方がいいのよ。だからボランティアの方にも何人か来てもらったよ、その女性の方にも。あ、来てもらった。だからすごいだからその最終日にも来てもらってたからすごいだからそれよかったよ。ありがとう。あれだからそういうね血がつくシーンとかが最後の方やったから、そこで女性いてよかったよな。ほんまにそれ以外のシーンでおらんかったら無理やもんな、僕らじゃフォローができひんよな。だって着替えていただかないといけないから、そういう時に藤井がなんかすいませんマジですいませんみたいな。それはさすがに毎回俺が踏み台だって生かしても無理よさすがに毎回だから麻生が「いや俺は着替え入ることはできない」っつって「すいませんさすがにこれじゃ逆に狙ってる感出ちゃう。さすがにこれはもうそういう策やもんな。そういう策やからそういう作戦になっちゃう。そこまでね。今でも今さちょっと出たけど今回血が出るっていうのがさ、血がつくというところがそれはでかかったあったやん。でこれはその衣装の話に戻るとかなりでかい要素やったやんか。この辺のいわゆる衣装コントロールみたいなのはどういうふうにしてた？だからそこはどっちかというともうプロダクションの話になるかもしれないけど、そのさっき浅尾が作った交番表ってあったと思うけど、でその交番表をアップデートした当日のこういう撮影順序ですっていう交番表に、衣装も付け加えたものっていうのを作ってて、このタイミングでこのキャストが出るけどこのタイミングでは血が出てないよねっていうのとかを全部こうプロットして、だからここでは衣装変えないといけないねみたいなのを作ってたっていう感じだから血がつく衣装と血がつかない衣装で、2パターン3パターン4パターン持っとかないといけないやつがあったってことだな。そうね。とかなんやろカップの中に飲み物あるはずやんなとか、このタイミングではDay1 この映画の中における Day1 なんか Day2 なんか Day3 なんかによって衣装が変わったりするから、それはこうだよねっていうのを交番表を整えてくれてるからね、そこの横にこうだよねっていうのを全部プロットしていったっていう感じ。これはやっぱさその浅尾的にはさもちろんその交番を作ってるから分かるものの、撮影に集中したらもう何にも分からなくなるもんな。もうそれぞれの担当者がなんか自分さっきの一番初めに話してたこのプロデューサーと監督の話もそうで、やっぱりマルチにやればやるほどクオリティが下がるから、それに 100% 集中はやっぱり現場は全部そうなんやけど、していかんとあかんから、なんかそれで言うと、さっきのこのコップがうんぬんとかそこまでキー回せへんやんどうやっても。だからそれぞれにこうプロを当てないといけないっていう。で藤井はプロになってそういうことやなね。今の話ギリギリなんか一回さアップルウォッチついてるついてるアップルウォッチついてた。アップルウォッチ1個あったよな。あれ最終バレ消ししても青色やったからな番号あれ結構バレ消し大変。あれは申し訳ないで、しかもなんかスムーズやってんその撮影がめっちゃスムーズで今日うまいいけてるぜ。30分とかしか撮ってないねんけど、もうその中で使えるシーンが結構あるみたいなところで、その30分気づけなかったからもう結構そのバリ消しが発生するっていうアップルウォッチがあったらあれ途中気づけたからね。途中で気づけたからよかったもん。でもよかったよ。だから逆に言うとほんまに気づけへんからな。これってなんかアップルウォッチついたらついてへんとかってその場でもう藤井も藤井でもちろんこの美術のところとかその現場のその配置とかいろいろやる。でもそれ以外にもキャスト入ってきた時とか照明とかのサポートとか、みんなでいろいろやってる中でここをやらなあかんから気づきづらい部分はめちゃめちゃあったよな。でその中でこれだけやっぱできたのはやっぱこういう管理ができてたからってことにはなるよね。衣装はでもそんな感じか。衣装はあと小物、小物類衣装小物類よね。これ小物っていうのがめちゃめちゃ大事だったもんな。小物そうね。だから日本感がない異世界観をやっぱり映画出さないといけないっていうところで、やり方は一緒やけど、あと衣装でちょっと衣装とキャラクターのなんかと合わせる衣装みたいなところをもうちょい聞きたいな。キャラクターと合わせる衣装でいうと、でもやっぱりそのキャラクターをこうね、脚本のところで解像度上げますっていう中で、じゃあこの人はさっきのその野球部だったよみたいな話とかもあるわけやけど、野球部で生きてたよみたいな話があった時に、
野球部で生きてた人ってどんな服なんだろうみたいなのが、なんか当時もチャット GPT やったから、ちょっとアメリカ人でこういうのでみたいなのを会話してみて、でそこからイメージ膨らまして、じゃあこういう服だよねっていうところで、なんか衣装のあれとかあったよなちょくちょくアントニオの服一番金かかってるから。だってベルトとかいやアントニオの服はねなんか上は金かかってへんけど、いややっぱメルカリとかはあんま知らないタイミングやったっていうのもあるよな。いやあれ調べたね、メルカリでめっちゃ俺。あ、そう？アントニオ俺めっちゃ調べた。ベルトとベルトと靴はベルト朝のこだわりはやったもんな。靴はなかったん、サイズ合うやつが、メルカリ調べてウエスタンブーツウエスタンブーツね、革のウエスタンブーツ誰が履いてんねんって話やん。ないよな。だってウエスタンブーツ風じゃないからね。ウエスタンブーツやったからね。結構高円寺にあってさ、そう今はね。そう、結構いやウエそうスタンブだからあるとーツっていうこにはあんだよな、結局。あるとこにはでもあるとこにしかないってわけやな。あれだけやっぱニッチな商材が。それもやっぱ知ってたらもうちょい安くできたんやけども、ウエスタン専門店行ったもん。ウエスタン上野のね。上野のウエスタン専門店。ウエスタン専門店。マジでまあ客いたし、いたな。みんなウエスタンみたいな。ウエスタンのみんなこんな帽子。つばがこうなるみたいな、このなんかカーブが大事みたいな。全客そうやったよな。お前ら何やねん。おじちゃんがさ、おじちゃんがおじちゃんとウエスタンの服の話さ、でも15万とか16万の服買ってくんよな。なんか銃刺すホルダー売ってたりそうなんで刺したんや持ってへんやろ。持ってるやんあいつが。何やねんすごいお前滑覆の言い方でしょ。ブライアンやけどこれは、どの日に、どういう服を着ていて、半端の時あったっけ？半端の時ある喧嘩した時。喧嘩した日って半端やったからね。半端やっあれ夏やから。た。夏ない。そう。でこの辺とかね。あれは夏だからとか。で藤井がちゃんとその辺をコントロールしてるということやな。だから脚本から想像してっていう感じやな、その辺はな。でもこの辺ってさ、実際正味答えないやん。でも言ったら俺ら3人でさ合宿してキャラクターの解像度上げたものの答えがないことを結構やりきったわけやんか。なんかこのやっぱもうとりあえず決め打ちでどんどん集めていくっていう感じになるの。とにかく期限かなって思うな、それは。期限が大事で、ここまでにだってこの日に服ないですってなったらもうあかんし、この日に物ないですってなったら終わりやから。結構ギリギリじゃなかった、小物とかも。いや小物ずっとギリギリずっと買ってた。ずっと買ってるし。めちゃくちゃ大変やったよ。でここになんか届いては見てみたいな。そうだってあれ遅れたらもう無理みたいな感じだったもんな。そうだから物1個でも足りなかったら、もうどうしようもないから、でとはいえこだわりたくもあるから、それは何やろ、そういうことを浅野に提案して、いやちょっと違うかなっていう場面ももちろんあって、っていう中で決めていくし、で浅野がまだ無理って言ってても、いやこれ買わんと無理やろっていうのもあるし。だからさっきのそのプロデューサーディレクター論が藤井の中にも存在してるわけやな。藤井としてディレクターとしてはこれもっとこだわりたいってなってるけど、時間と金の問題で決めたらええねんみたいな。これをずっとやり続けてたわけやな。これは結構そうね、なんかやり続けてたって感じやな。とにかく期限に間に合わせるためにずっと選び続けてた。これも結構なんかもう撮影日がデッドやからさ、撮影日のもうギリギリぐらい前になってたよな。なんかでそれに撮影日3月も24って書いてあるけど、なんかその次の撮影の時に必要なものとか藤井見てたもん。撮影のなんか合間とかで、これ決めとかなっつって。結構これは大変な仕事やったな。これ大変よ。だから足りさせることに責任を持つって感じやな。必ず不足させないってことやな。まずそれが最低ライン、それが最も大事で朝を購入以来って、こういうシートね。なんかこれ好きなよあんまり。全然買ってないみたいな。めちゃめちゃ買ったのに全然買ってないように見える。少な。全部少な。違うページだったけど、なんか小物リストあったよ。なんかいやなんかね、基本ね、小物リストはさっきのやつやな。あった結構いっぱいあるね。アクセサリーこれやん。これやん。これめっちゃある。結構いろいろやってんな。さっきのやっぱこれはでも物やな。物。でもそれでもすごいやっぱ衣装であんだけ大変やったのに、小物になると、小物って買うものと作るものがあんねんな。これがまた確かにあったな。そう作るもんがね。そうやね。パンケーキショップの
GPS 君 GPS かね。 GPS かその話すると多分これはさ後編に取っておいた方がいいぐらい話長くなりそうだから衣装でもう少し作る側衣のまあ今回衣装編かな。装編にしてちょっと衣装の話をもう少し深掘りするか。まあ衣装とあとこの身につける系やんな。ああだからそうねサングラスとか結構こだわらなかった。サングラスとあとこのライター身につける衣装系このなんかジッポーライターとか書いてある。そうこのキャラクターやからっていうこれもう全部銀でみたいな。そう銀でいきたいなとか。それで言うとこの警察手帳さみんなで探したよな警察手帳ってねないねん。いやだから犯罪やからな。犯罪やねん警察手帳裏にで海外の警察手帳じゃないとあかんからなおないねんな。なんかこれなんか LAPD かなんかのやつを Amazon.com って書いてるけどこれ Amazon.jp じゃなくて Amazon.com から買ってアメリカのアマゾンあ使ったか結局。使ったよ。一瞬で初めて出てくる時に一瞬だけ一瞬だけ使ったあれ結構時間かかったよ1個買わな。んかった。1個使わへんくなかった。ああそうもう使わんかったもうやばいやつでなんかダブルで買ったはず。そうなんかそういうのタカもみたいなやつやっぱアメリカから輸入するとこれもう1ヶ月かかったりするんだ。そうねなんか2週間じゃ届かへんみたいな感じやんなあれ。でそうこんかったよな。なんかこうへんしでなんや中国の怪しいさ。シーンな。シーンね。シーンとか。シーン違う違う違うテムね。あでテムやテムやばい。テムはゴミ。一番感動したのは何やったか忘れたけどオブジェやんな。骸骨のオブジェ。そうギャングーのそう部屋の撮影使った小物。それを買ったら届いたのはその小物の写真やった。写真。小物のあれ嘘じゃないなっていう。確かに載ってるのは写真。マジで最悪。もうなんか笑えへん詐欺やね。笑えへん詐欺や。ひどい。いやでもあれ結構猶予持って買ってたから。あそうよくテムは絶対遅いと思ったら結構早いねんそう届く。でも写真が届いただけやから。でもなたまに使えるやつあるんですよ。たまにキラキラしたやつとかはキラキラして目を埋めたりとかは割と使える。ギャングーのアクセサリーね。でもだからその写真が届くのだけはこれどうしようもないから帽子が。そう。これは嘘ついてないからなとにかく。それ置かれへんもんな別に。それ置いてて何やねん確かにな。でもメルカリより安いからなあれ。安い。余裕で安いよ。余裕です。なんなんやろなマジで。なんで安いやろな。あれマジでやばいよ。やばい作り方してる。強制労働させて絶対そうやもん。いやまあそうでしかありえへん価格帯で。まあでもだからだから騙されても写真送られてもなんかまあしゃあないなと思うけど。運が悪かったと思うしかないわね。それはもう。まあでももうまあそんなもんちゃうか。あと身につけるやつ。身につける系で。でもそれで言うと一個だけ結構なんかこだわったと思うけどな。こだわったもので一個俺らが言っとかなきゃいけない。ダンテが T シャツデザインした話だけど言っとかな。ダンテが実はデザイナー。そう名前何やったっけ。名義カーター。あじゃないダンテレガシーやろ。それ言ったらあかんやろ。いやあれよデザイナーネームあったやろ。あれ違ったっけ。マジ。いやダンテカウボーイ。最後のあれの中で別の名前出してなかった。ダンテカウボーイ。あダンテカウボーイやったな。ごめん間違えた。だからもうレガシーしかないからと思って。レガシーはダメよ。ダンテがそう俺デザイナーなんだっつって自分が着るキャラクターの T シャツ作りたいっつって作ってもらった。8バイトやったよな。8バイトなんかドット絵でビットやろ。そうでビットがバイトで食われるバイトとなんかホットケーキ食われてるホットケーキがバイトされてるビットの絵っていうちょっとジョークが聞いた。アメリカンジョーク。アメリカンジョークだしカーターらしいな。カーターが着てそうなデザインにもしてくれててすごい嬉しいなと思ったね。ダンテなんかやっぱデザイナーだけあってさ、ダンテ普段持ってるリュックめちゃくちゃ重たいからな。デザイナーってそんなにデザイナーってそんなに多分デスクトップ入ってるあれ。デスクトップ背中にデスクトップ入ってるあれ。そうやろ。それはデザイナー。めちゃくちゃ重たかった。それデザイナー。ダンテにこうリュック渡そうと思っておーってなったもんなんか。それデザイナーじゃん。ハードオフの買い取り専門家よ。買い取り請負人やろ多分それ。さすがに。これは言っとかへんと、この衣装という部分に関しては言っとかないなと思って。じゃあまあそんなもん。なんか一番こだわったやつは藤井がこだわったやつ。でもやっぱり安く済ましたぜっていうのがこだわれたところかもしれない。それで言うと
だいぶ予算より圧縮したからね。なんかなんやろ警察のコート2000円ですみたいな。ああ、2000円でいったな。あそこちゃうかったっけ？そうあそこよ。ショッピングモールのなんか西みたいなやつ。そう西海岸。西海岸で買ったよね。あそこよかったね。あそこよ。なんかそういうのいろいろ行ったよ。なんかいろんな店行ったよ。いやだからもうそれもやり方わからんかったからな。とにかく古着屋で初めは片っ端から買うべきなんじゃないかってなったけど、1店舗行って揃わなすぎて、このやり方じゃ揃わないなってなってみたいな、そういう紆余曲折がね。そっち側聞きたかった。まあそっちが聞きたかったから紆余曲折ありながら、紆余曲折ありながら、結果そのロットで買うべきなんだとか、結論ロットで買うべきなのと、俺らいろいろロケ地回った時に、そのロケ地を見てる時に近くに古着屋あったら藤が寄ってくれっつってそれでみんなで買いに行っていくとか、なんかもう現地調達も含めたもう様々な近くに古着屋あったからだから安心感あったよな。まあ安心感、もうあそこに何か買えばいいって最悪デズ港のね。デズ港のでも古着屋は多分皆さんが想像する古着屋ではないよ。その島村みたいな古着屋やったから、そのなんか古着屋というよりなんかこうリサイクルショップみたいなとこだよね。安心感のある。安心感。すごく安心感のあるやったね。そうやっぱ心支えって一番大事だから、匂いで。何か足りないってなった時に買いに行ける場所を初めに押さえとくみたいな。だからあれ近くに港南があるとかもめっちゃ大事だから。ああ大事よね。そうな。山奥でやるとそれができひんから。だから那須で撮った時大変やった。なんか大変やった。街に降りてなんか買いに行ってなんかコンビニ買いに行くのもやばかった。あれ服ないっつってさ、上着買ったやん。あれだからギャップね。違う血がつくっつって。そうで誰やったっけ、池田氏が買いに行ってくれて、池田氏買いに行ってくれたドライバーで、あれなんか気に入ってアリサが持って帰った。あれさ持って帰ったんか。持って帰ったんかあれ。まあいいや。まあとりあえず衣装というものだけでももうこれだけ紆余曲折前途多難、いかにして調達するかっていう。まあ調達は大変でした。よいしょ。でまだまだ藤井編続きそうですね。藤井編続きそうやね。いいですね。はい。じゃあっていうところで今回ちょっとじゃあじゃんけん藤井からじゃあじゃんけん。藤井からじゃんけんコール。じゃあじゃんけんコールさせていただきます。じゃんけんでほいでした。頑張るから。さんがその衣装とかそういう小物とか買った理由って何だったの？藤井がそういうのできそうだから。なんかそうなってた雰囲気。藤井おしゃれやから。僕別にそのおしゃれってバレてなかったけどな。藤井ってでかいな、なんか今ちょっと背伸びしてる。背伸びした。そうかびっくりした。なんかでかっ。でもでかっ。藤井でかい。藤井ってほんまになんかそのデザインとかこう俺らはなんかねこうでもなんか衣装好きやね。こう衣装を雇うはずやったのよ。もともとは最初はね。あれそれ言えてなかった？言ってた。で雇わんくなった時に俺こんな感じやんか。で俺はもう多分この後どんどん分かってくると思うんです。俺相当にやる気がないのよ。だからこんな細かいのできへんねん。で朝を見て無理よ。それはもうナイキ式にそしたら必然的に藤井がやるしかないっていう。